こんにちは、みるみるです。この動画は過去3本の動画にわたって紹介してきた魅惑のマジックの新カード情報のまとめです。公開当初とは評価が変わったカードは追記の形で修正しています。今までの動画はコナン TCG 公式 X の公開に合わせて紹介してきましたが、全カード公開されたこともあり紹介はほぼ ID 順にしています。ミステリーレアもリラン&ワイバライ。マジシャンの衣装をまとった人気ヒロインの2人がミステリーレアカード化。パートナーを宣言ターン1。デッキのカードを上から3枚リムーブする。この能力のコストでリムーブされた少年探偵団カモーリ探偵事務所のカード1枚につき、ターン終了時までこのキャラを AP 足す1000する。ターン終了時までこのキャラは突撃を持つ。ミステリーレア上の能力としては自身の AP 上昇と条件なく突撃を得られる宣言能力。うまくいけば AP1 万1000の突撃持ちキャラとなります。また細かいところで言うとこの手のカードにしては少年探偵団カモーリ探偵事務所のキャラでなく、カードが指定されているため、もしかすると特徴少年探偵団や毛利探偵事務所を持つイベントが登場するかもしれませんね。続いて、下の能力。自分の現場の青のキャラを1枚まで選び、LP-1 し、このキャラは相手の現場にいるアクティブ状態のキャラを指定してアクションできる、を与える。パートナーエリア宣言か。緑のようなアクティブ状態へのアクションができるようになる能力。これからアクションを仕掛けるキャラなのであまり LP がいくらになろうと関係はないですね。このカードの上と下の能力を組み合わせると最大 AP1 万1000のアクティブ状態キャラへ突撃できるキャラとなるのですが、正直、ミステリーレアコナン&新一のガード矯正の介護官と言わざるを得ませんね。自身の能力によって LP0 になれるため同パックに収録されるレベル7鈴木そのことは相性の良いこのカード。下の能力と組み合わせれば自身を含むあらゆる LP1 の青の高校生をレベル7その子の対象にできますね。レベル7新1は能力の発動にターン1がついていないためレベル7以下キャラを2体デッキ下に移すゲートができます。レベル8エドガはコナン。なんかずっとスルーしてましたね。登場時カードを2枚引き手札を2枚リムーブする。この効果によってそれぞれ同じ色を持たない色の異なる探偵のキャラを2枚リムーブした場合、AP8000 以下のキャラを1枚まで選びリムーブする。宣言。このキャラか。探偵キャラを1枚スリークさせるこのターン中相手はカットイン。変装を使用できない。まずは手札を入れ替えて色の異なる探偵を捨てれた場合にキャラを1体リムーブできる能力。集められた名探偵デッキで採用しろと言わんばかりの能力ですね。とはいえ、集められた名探偵デッキに超大幅な強化が入ったかと言われれば疑問が残る本パック。この除去能力はだいぶ厳しいですね。もう一つの能力は相手のカットイン、変装を制限する能力。カットインと変装を両方制限できるのは結構珍しいため評価すべきはここでしょうか。レベル8駆動新1。自分の手札にある青のカードはカットイン AP 足す1000を持つ。パートナー青登場時、相手の現場にいるレベル8以下のキャラ1枚までと、そのキャラと同名のキャラを相手のリムーブエリアから1枚まで選び、相手は好きな順番でデッキの下に移す。まずは手札の青のカードを総じて AP 足す1000カットインにする能力。類似の能力としては緑の佐々木小次郎がありますが、こちらは相手ターン中も有効な代わりに AP 足す1000という控えめな上昇値ですね。登場時能力としては、相手の現場のキャラを除去しつつ、相手のリムーブエリアにある同名のキャラまで除去できる。一風変わった能力。このイラストの工藤新一は怪盗キットを追い詰めているシーンなのですが、怪盗キット以上にリムーブエリアの活用が多いよく焼きを追い詰めている気がしますね。レベル7吉田あゆみ。高レベルのあゆみちゃんが登場。パートナーを宣言すリーク。自分のデッキのカードを上から4枚見る。その中からレベル8以下の小島源太か円谷光彦のキャラを1枚まで登場させ、残りを好きな順番でデッキの下に移す。キャラを1枚まで選びリムーブする。キャラを登場させた場合、手札を1枚リムーブする。ギャンブル性はあるものの源太か光彦をデッキから登場させられるカード。後に紹介するレベル8源太はかなり強力なのでそれの登場を狙っていきたいところ。カードイラストはイバラ愛に大きな影響を与えたシーンであり、なんでこのカードイラストではイバラ愛関連の能力でないのかは謎ですね。パラレルイラストは1988年に大流行したフラワーロックを楽しむあゆみちゃん。フラワーロックはタカラトミーの商品のため地味にコラボイラストとなるのですが、 SNS ではこの花は何？フラワーロック？という反応も多く、無関心な若者とその反応に対しておいていると気づくプレイヤーが続出しました。レベル6もリコゴロウ。絆キサキエリ突撃。自分の現場にキサキエリがいない場合、このキャラはアクションできない。
このキャラのコンタクト中、自分はカットインを使用できない。レベル6で AP8000 という驚異的な AP を持ちますが、ヒサキエリがいないとアクションできないデメリットを持ちます。ただし、カードを行うことはできるのでとりあえず立たせておくのも良いでしょう。カットインができないデメリットもレベル7キサキエリの相手のカットインを封じる能力と組み合わせれば、恐れることなくアクションできますね。合わせて、レベル2キサキエリも登場。レベル2沖の陽光。宣言スリークリムーブエリアに移す。AP6000 以上のキャラを1枚まで選びスリークさせる。瀬戸水木を彷彿とさせるレベル2沖の陽光。レベル2で相手キャラをスリークさせて、ファイルを使い切ってリーサルを目指せるのは、瀬戸水木で皆さんご存知のはず。若干もったいない使い方ですが、自分のキャラもスリープできるため、レベル8毛利小五郎をスリークさせて相手のアクティブキャラを、能力でリムーブしに行くのも良いかもしれません。レベル8小島源太。レベル8で AP6000LP0？ もしかして弱い？パートナー青解決編自分ターン中。手札にあるこのキャラは自分の現場にいるアガサ博士か少年探偵団キャラ1枚につきレベルマイナス1される。ファイル5以上登場時このキャラをスリークさせても良い。そうした場合、相手の現場にいるレベル8以下のキャラを1枚まで選び手札に移す。レベル8というのは嘘で実質レベル7以下で使用できるカード。現環境で猛威を振るっているナナアがサボアイちゃんやナナアイちゃんと比較すると手放しに絶賛しがたい部分もありますが、先行4ターン目や後攻3ターン目の解決編に入ったタイミングで1ターン遅く手札に入った1段レベル6アイちゃんからこの源太をレベル5扱いにして能力で登場させれば展開しつつ除去も行えるのは優秀と思います。ナナアがサボアイちゃんのサブプランとしてですけど、高校3ターン目でナナアがサボアイをした後にネクストヒントでこの源太を登場させると、こちらの現場には5体キャラがいて相手の現場にはレベル2キャラが1体しか残らないため、4段環境で流行った高校3ターン目のジェームス・ブラック2連打より凶悪ですね。レベル6アイちゃんが制限を食らったことに伴い環境で暴れる心配が少なくなりました。個人的にレベル6アイちゃんが制限食らった理由はこの源太が控えていたからと思うのですがいかがでしょうか。レベル4つぶらや光彦。登場時デッキのカードを上から2枚見る。その中から少年探偵団キャラを1枚まで公開して手札に加え、残りをリムーブエリアに移す。解決編で手札に加えた場合、手札を1枚リムーブする。宣言スリーク少年探偵団キャラを1枚までターン終了時まで AP+3000。まずレベル4で手札が増えるサーチとリムーブ肥やしが行える光彦というのがかなり強力と思います。雑についてる AP+3000 能力もかなり強力でカットイン持っていない時や、AP+1000 カットインコナン打ちたいけど相手の受けカットインが怖いから打てない時に便利そうです。レベル2小林澄子。カットイン AP+1000 白鳥忍三郎か少年探偵団にカットインした場合カードを1枚引く。1ドローカットインとなった小林先生。小林先生自身はやはり特徴少年探偵団を持っていないため少年探偵団デッキでの採用は厳しいですかね。やはりちょくちょく登場する白子バカップルの強化カードとしての登場でしょうか。青木事件はあまり環境で活躍したことがないので大幅なテこ入れがあるのでしょうか。レベル3福井ゆずき。事件編登場時相手とじゃんけんで勝敗を決める。じゃんけん。自分が勝った場合カードを1枚引く。自分が負けた場合カードを1枚引き手札を1枚リムーブする。登場時にじゃんけんを行う極めて変わった能力。それもそのはず、このキャラは青山先生のイベントでじゃんけんに勝ち抜くと自分の名前のキャラが作中に登場する権利によって生まれたキャラよってじゃんけんを行う能力になるのも納得ですね。レベル6本堂英介。解決編登場時自分の現場に青以外のキャラがいる場合、相手の現場にいるレベル4以下のキャラを1枚まで選びデッキの下に移す。ひらめき青以外の高校生のキャラを1枚まで手札に加える。多色デッキでの使用が前提の本堂英介のカード。能力それ自体はレベル6でありながらノーコストでレベル4以下を除去できるのでかなり強力なんですが、ジェームス・ブラックが存在するため赤単使えば良い気もしますが、レベル5今時予告状を送りつけるレトロな泥棒さんのつらおな。カード名が長い。以下から1つ選んで行う。自分の現場にいるカード名江戸川コナンを1枚スリークさせても良い。そうした場合3つとも行う。スタン状態のキャラを1枚まで選びアクティブにし、さらにアクティブにする。怪盗のキャラを1枚まで選びスタンさせる。自分のリムーブエリアにあるキャラを1枚まで選び手札に加える。ガチガチに白を意識したイベントカード。2段環境の時に欲しかったですね。
また白以外に対しても使えるようにカットイン AP+3000 くらいつけておいてほしかったようにも思います。レベル5弁当型携帯ファックス。このイベントを自分の現場にいる青のキャラ1枚にセットする。セットされているキャラは突撃キャラと宣言ターン1自分のリムーブエリアにあるキャラを1枚まで選びデッキの上に移す。おもつ。名探偵コナンで様々登場する博士の発明品の中で1、2を争う珍妙な発明品がカード化。スケボーと比べると突撃キャラになった代わりに宣言ターン1でリムーブエリアのキャラをデッキ上に移せるようにする能力。狙うとしたらデッキ上に欲しいカードを戻した後にドローしたり推理でひらめきとしてセットするのが良いでしょうか。続いて緑のミステリーレアは遠山和和大岡もみじ。カードイラスト的にかなり派手な加工になりそうですね。パートナー緑宣言ターン1スリーク。手札からレベル5か6の緑のイベントを1枚まで使用する。国営のカットインのレベル7遠山和和をノーコストにしたような能力ですね。正直他のミステリーレアを不採用にしてまでこのカードを使うかはかなり疑問といったところ。続いては下の能力。自分ターン中ターン1。自分の現場に服部英二が登場した時自分のデッキのカードを上から4枚見る。その中から緑のイベントを1枚まで公開して手札に加え残りをリムーブエリアに移す。カードを手札に加えた場合手札を1枚リムーブする。パートナーエリア発動か。服部英二の登場に誘発してイベントカードのサーチが行える能力です。このミステリーレア自身は現場に何も影響を与えないため今後登場するレベル5、6のイベントカードによって評価が大きく変わりそうですね。プロモパックボリューム級にて登場した助けて平次などレベル7数話を活用したデッキタイプが活躍中。そして次のカードに続きます。レベル8服部英二。自分ターン中ターン1自分が緑のイベント使用した時レベル8以下のキャラを1枚まで選びリムーブする。パートナー緑宣言ターン1このキャラ以外のレベル5以上のキャラを1枚スリークさせる。ターン終了時までこのキャラは突撃事件を持つ。同パックに収録されるミステリーレア数は紅葉の後に登場させたい平次。平次を出した後にミステリーレア能力でラブリースポット形容森を打てると展開、除去、事件突撃がネクストなしにできるためそこを狙っていきたいですね。カードイラストはフェアリーリップでの数話に変装したキットにキスを迫るシーン。ちなみにそのキットは現在禁止カードです。先ほどのミステリーレア数はもみじを絡めるとファイル9、8、7で4面展開しつつ最大3除去足す事件アクションができます。口述する新イベントふさわしいお方や助けて平次など強力なレベル5、6緑イベントが増えてきたので公開当初よりも大幅に評価が変わってきたミステリーレア数はもみじとレベル8平次ですね。レベル7より無我突撃キャラ絆大岡もみじ AP 達成。相手の現場にいるキャラがこのキャラとのコンタクトによってリムーブされた時自分のリムーブエリアにあるレベル6以上の緑イベント1枚まで手札に加える。相手キャラをコンタクトでリムーブできるとリムーブの緑イベントが回収できるより無我。レベル6以上という指定がなかなか厄介で強力な後ろの女やお守りが回収できないのが痛いところ。さらにレベル7というレベルはイベント軸ではレベル7数はと被るのも痛いところ。ユニークなところでは緑刃でリムーブに落ちてしまった風神剣の回収のために活躍もあり後に助けて平次とふさわしいお方が登場したのでイベント型緑単で洞察力を不採用にしてふさわしいお方とこのようリムガを採用しても良いかもしれませんね。レベル4腰水なつき。登場時手札から探偵キャラを1枚リムーブしても良い。そうした場合カードを2枚引く。腰水なつきカードは基本的に集められた名探偵を使用した探偵デッキで活躍しそうな能力効果が多かったですがこちらの腰水なつきは普通に緑デッキでも採用圏内の強力な手札増強能力になっています。レベル5プロモエイジなどを捨ててリムーブを肥やしつつ手札も強化したいですね。久遠山和和緑のレベル6でおなじみですね。これは初登場時の和和ですが解決編登場時緑のイベントの効果によって登場した場合このキャラをスリークさせても良い。そうした場合レベル7以下のキャラを1枚まで選びリムーブする。緑のイベントで登場させると除去を行える一風変わった数は現在配布中のプロモパックボリューム級に収録されている助けて平次を明確に意識しているためこの数話を使うために今からコナン TCG イベントに参加しましょう。さすがに同パックでこの数話を登場させられるイベントが出ると思っていたら出ませんでしたね。皆さんは助けて平次手に入れましたか？レベル7綾小路文丸宣言スリーク手札を1枚リムーブする。自分のリムーブエリアにあるレベル5以下の
マロちゃんか警察キャラを1枚まで選び登場させる。緑の警察らしい色を超えた警察サポート能力ですが、レベル5マロちゃん突撃。自分のターン終了時、自分の現場に綾小路文麿がいない場合、このキャラをリムーブする。登場時自分の現場に綾小路文麿がいる場合、カードを1枚引く。パートナー指定のないごとつのマロちゃん、綾小路文麿がいないとターン終了時にリムーブされてしまいますが、白タンの影虎のように2種類目のごとつとして採用してみても良いかも。レベル5北宗師、登場時手札から高校生のキャラを1枚公開しても良い。そうした場合、ターン終了時までこのキャラは突撃を持つ。緑以外のキャラを公開した場合、ターン終了時までこのキャラを AP 戦する。緑のごとつ、キャラとして活躍している沖田総司も2枚目のごとつ、キャラが登場。比較的緩い条件で突撃を得られるため、かなり扱いやすそうですね。レベル2河本氷河、自分のターン終了時にこのキャラを現場からリムーブしても良い。そうした場合、服部英二か毛利小五郎を1枚まで選びアクティブにする。毛利小五郎と服部英二をモデルにした舞台の服部平一役として登場した河本氷河。その能力も服部英二と毛利小五郎の引き立て役となっていますね。ターン終了時にアクティブになるためターン中での活躍は厳しい感じですね。かなりの癖強カードですが、イラスト強めのパラレルが登場。レベル48魔剣の正体です。相手ターン中相手の現場にレベル8のキャラが登場した時、自分はカードを1枚引いても良い。そうした場合、手札を1枚リムーブする。8と8をかけた能力、ターン中に何回も発動するためアクティブで置いておけば、カードを1枚2枚ドローできるかもしれません。レベル3星川道後、宣言スリープ現場にいるこのキャラ以外のマジシャンのキャラを1枚デッキの下に移す。この能力のコストによってデッキの下に移したレベル以下のマジシャンキャラをリムーブエリアから1枚まで手札に加える。この星川道後平次が出てくるエピソードとはいえ舞台が東京なのに緑にされてしまっています。レベル6黒馬統一と絡めるとミステリーレアのような強力な登場時やターン1能力を2度使うコンボができそうです。そのことも危惧して一応緑にされたんでしょうか。レベル6ふさわしいお方、パートナー緑 AP8000 以下のキャラを1枚まで選びリムーブする。このイベントが能力や効果によって使用されていた場合、カードを1枚引く。レベル6になった平次の洞察力、一応ミステリーレア数は紅葉、レベル7数はラブリースポットのようなイベントを打てる能力効果で、発動されると1ドローのおまけがつきます。デッキによっては洞察力よりも優先して投入されそうですね。ここら辺はデッキビルダーの腕の見せ所。ミステリーレア黒羽カイト&中森青子、カードイラストはマジックカイト1話の教室内でのドタバタシーンから。パートナー白宣言ターン1、相手の現場にいるレベル8以下のキャラを1枚まで選びデッキの下に移す。自分のリムーブエリアにあるビッグジュエルを1枚まで選びパートナーエリアに移す。続いて下の能力は宣言ターン1、パートナーエリアにあるビッグジュエルを2枚リムーブする。手札からレベル3以下の白キャラを1枚までスリーク登場させる。この能力は自分の現場に黒羽カイトか怪盗キットがいる場合に宣言できる。パートナーエリア宣言可能。合わせてビッグジュエルカードをご紹介しなければなりませんね。レベル1クリスタルマザー、パートナー白カードを1枚引く。手札から自分のファイル以下のレベルの白キャラを1枚まで登場させる。このカードをパートナーエリアに移す。ひらめき、このカードをパートナーエリアに移す。新たな白のシステムとしてビッグジュエルが登場。ビッグジュエルイベントカードはパートナーエリアに移る効果を持っており、これをパートナーエリアに貯めてマジックカイト能力加効果のコストにするようですね。ビッグジュエルはマジックカイトを超えて青山作品登場する伝説の宝石の総称であり、ビッグジュエルのうちのどれか一つが不老不死の力を秘めている命の石パンドラを有しており、怪盗キットはそのパンドラを見つけ出すためにビッグジュエルを盗み、パンドラを含んでいないため返却するというのがマジックカイトのお決まりのパターンとなっていますね。レベル5レッドティア、パートナー白 AP8000 以下のキャラを1枚まで選びリムーブする。このカードをパートナーエリアに移す。ビッグジュエル版フソッテネといった印象ですね。ビッグジュエルは残念ながらこれとクリスタルマザーの2種類しか収録されないため、現代ではファイルを使用してご除去イベントを打つことはかなり厳しいのですが、ビッグジュエルのために採用せざるを得ないのが正直なところです。さて、ミステリーレア黒羽カイト&中森青子の評価ですが、現環境においてはかなり使いづらいミステリーレアと言わざるを得ません。ミステリーレアを対処できないミステリーレアはかなり評価を下げざるを得ず、ビッグジュエルという特殊なコストを要求する割に
登場できるのが手札からレベル3以下をスリークという、一度出した場合永続的に影響を与える部分を加味してもだいぶ控えめな能力になっています。レベル8小泉赤子。登場時自分のデッキのカードを上から1枚裏向きでこのキャラにセットする。赤魔術事件宣言スリーク手札を1枚リムーブする。キャラを1枚まで選びリムーブする。自分の現場にいるキャラに裏向きでセットされているカードを合わせて2枚リムーブしてもよい。そうした場合自分のリムーブエリアにあるレベル3以下の白のキャラを1枚まで選び登場させる。マジックカイトの小泉赤子がコナン TCG に参戦。赤魔術を使い邪神ルシファーを従える魔女です。マジックカイトは名探偵コナンとクロスオーバーすることがあり、やはり魔法を使える赤子は扱いが難しいキャラなのか占い師程度で登場することが多いですね。登場時に長らく白を触っていない人には懐かしい裏向きセットギミックと宣言スリープで手札を捨てつつキャラを除去し、裏向きセットカード2枚をコストにレベル3キャラを展開できる能力があります。一応裏向きセットカードが足りなくても除去は行えますが、スリークさせつつ手札を捨ててキャラ1体除去はスタートデッキレベル8にも劣ってしまいますので、赤魔術デッキの切り札の1枚と言っても良いカード。ファイル8、7、6と進行する場合ファイル6で口述する紅の名役を打たない場合はキャラ展開もできる能力となっているのが良いデザインだと思います。レベル8白馬探る。ついに塩馬くんもレベル 8SR が登場。宣言スリーク手札を1枚リムーブする。AP8000 以下のキャラを1枚まで選びリムーブする。自分のパートナーエリアにあるビッグジュエルカードを1枚リムーブしてもよい。そうした場合カードを2枚引く。既存の白馬サグルは多色を含めた探偵サポートが多かったですが、このカードはビッグジュエル関連カードとなっていますね。戦術の小泉赤子と同じようにビッグジュエルがリムーブできないとスタートデッキレベル8にも劣ってしまうため、ビッグジュエルデッキでの活躍に期待ですね。現状ビッグジュエルデッキにおける切り札ともいえる白馬サグル君。ビッグジュエルデッキは1枚ならばビッグジュエルの確保は容易なので、白馬くんの能力で手札を入れ替えましょう。レベル7怪盗キット。パートナー白突撃。自分ターン中パートナーエリアにビッグジュエルのカードが2枚以上ある場合、このキャラを AP 足す2000する。変装時自分のリムーブエリアにある特徴ビッグジュエルイベントを1枚まで選びパートナーエリアに移す。変装ファイル6以上。新たなる謎ぶりとなる白の変装カード。久々の白プッシュ団の目玉の変装カードだけあってかなり強力ですね。まずは元で AP6000 の突撃持ち、さらにビッグジュエルがパートナーエリアにあれば AP8000 まで上昇。変装で登場すればリムーブエリアのビッグジュエルを盗めるので、ビッグジュエルがパートナーエリアに1枚、リムーブエリアに1枚あればいつでも AP8000 への変装が可能ということになります。また変装条件はファイル6で行うことができ、地味に変装キットでは初となる変装の事件色の指定がありません。この能力で白以外のデッキで採用されることはあまりないかと思いますが、レアリティでは手に入れやすい R ですが RP が2種存在しており、一つはマジックカイト5巻中表紙のデザイン、もう一つは SR を思わせるような怪盗キットの鮮やかなイラストとなっています。これはファンには嬉しいですね。ビッグジュエルデッキの視戦力ともいえるカード。黒馬統一の AP 上昇能力とは極めて相性が良く、変装元に盗め1によって AP 足す2000を与えビッグジュエルを2枚用意しておくと、相手からすれば対処が難しい AP1 万のアクションを意識させられます。レベル7小泉赤子。事件赤魔術自分ターン中ターンに自分の現場にいるキャラに裏向きでセットされているカードが1枚現場から離れるたびカードを1枚引く。宣言スリーク手札を1枚リムーブする。自分のデッキのカードを上から1枚裏向きでこのキャラにセットする。レベル7以下のキャラを1枚まで選びリムーブする。赤魔術デッキの中核と言っても良い強力なカード。詳しくは先日の対戦動画で触れているのですが、このカードがないと赤魔術デッキはただただ手札を捨てまくるデッキになってしまいます。レベル4古畑めぐみ。登場時自分のデッキのカードを上から3枚見る。その中から黒馬カイト、怪盗キット、ビッグジュエルのカードを1枚まで公開して手札に加え、残りをリムーブエリアに移す。カードを手札に加え、自分の事件が解決編の場合手札を1枚リムーブする。事件編で登場させると手札が増えるサーチカード。とはいえサーチ範囲が1枚広いレベル4その子であったり、ファイル7以降で登場させるとスタンができるレベル4駆動優作の方が個人的には軍配が上がりそうです。レベル6中森青子。解決編登場時自分の現場にいる白キャラを1枚スリープさせ手札を1枚リムーブしてもよい。そうした場合
レベル7以下のキャラを1枚まで選びリムーブする。この効果によって黒馬怪盗をスリークさせた場合カードを1枚引く。レベル7黒馬怪盗。登場時自分のパートナーエリアにあるビッグジュエルのカードを2枚リムーブしてもよい。そうした場合、自分のリムーブエリアにあるレベル6以下の中森青子を1枚までスリーク状態で登場させる。レベル6以下の中森青子を登場させられる黒馬怪盗と、黒馬怪盗をスリークさせられるとノーコストでレベル7以下除去ができるレベル6中森青子。言わずもがなこの2枚はコンボになっており、高校3ターン目に実行できればかなり強力。ですが、高校3ターン目にビッグジュエルを2枚揃えるのはなかなか難しいところ。とはいえ、やっていることはレベル6数は黒モボ平時に近いので強いはず。レベル3赤この執事。登場時自分のデッキのカードを上から小泉赤子か赤魔術のイベントが出るまで1枚ずつ公開し、それを手札に加える。残りの公開したカードをデッキの下に移し、デッキをシャッフル。カードを手札に加えた場合、手札を1枚リムーブする。サーチ範囲がやや広くランダム性が高いですが、赤魔術デッキのようである。レベル8小泉赤子、レベル7小泉赤子、紅の名役のいずれかが手札に加わるのは強力。レベル8小泉赤子の能力でレベル3キャラは何度も登場させるので、個人的にはおすすめの1枚。しかし、LP0 が少し気になるところ。レベル3暗王女。解決編宣言ターン1パートナーエリアにあるビッグジュエルのカードを1枚リムーブする。カードを1枚引く。運用としてはミステリーレア黒馬怪盗&中森青子で登場させる要因でしょうか。しかし、ミステリーレア能力のコストとして2枚ビッグジュエルを消費するため、暗王女の能力を使うためには3枚目のビッグジュエルが必要になります。そうすると次のターンのミステリーレア能力のコストを使ってしまうため、3枚目のビッグジュエルというコストは想像以上に重いコストな気がします。LP0 のため、現場に残り続けても証拠を作れないのが悲しいところ。レベル6黒8影。パートナー白宣言ターン1。怪盗かマジシャンのキャラ1枚までに突撃キャラかブレッドをターン終了時まで与える。レベル6愛ちゃんのような能力の千景さん。特にアクションした際に能力が発動する黒馬怪盗とは相性が良く、条件がいくつかありがちな突撃を与える中森青子と比べるとシンプルに宣言するだけで良いのはメリットですね。レベル7黒馬盗1。パートナー白登場時キャラを1枚までスタンさせる。宣言スリープ自分の現場にいるキャラを1枚まで選び、自分のデッキのカードを上から1枚裏向きでセットする。登場するだけでキャラをスタンさせられる強力なカード。白の裏向きセットにしては珍しく自分の現場にいるキャラなら制限なくセットできるため、緑のキャラにセットすることなんかも可能ですね。セットカードが増やせるため優作軸だけでなく赤魔術デッキでも採用圏内ですね。レベル3式部賢白馬サグルの家政婦ですが、このカードの公開で初めてこのキャラの名前を知ったというのが多くて話題になりました。このバーや現在コミックス未収録のエピソードで判明するため、単行本派が単行本でこのキャラの名前を知るのは相当先の話。カード性能は相手ターン中リムーブ時に白馬サグルを手札に加える能力。マジックカイトデッキではリムーブから先ほどのレベル3白馬サグルを登場させるため、手札にわざわざ加える価値は低いように思います。セットカードが増やせるため優作軸だけでなく赤魔術デッキでも採用圏内ですね。レベル5時幸之助。相手ターン中現場リムーブ時、黒馬統一か黒馬怪盗か怪盗キットから1つを指定する。自分のデッキのカードを上から指定したカード名が出るまで公開し、それを手札に加える。残りの公開したカードをデッキ下に移し、デッキをシャッフルする。かつて白馬統一の付き人、現在は黒馬怪盗の怪盗キットとしての活動をサポートしているため、3キャラのサポートが行える器用なキャラ。ただし、レベル5で相手ターン中現場リムーブ時というのはややテンポが悪く、似たカードも多数ありますがレベル5になるとあまり使われないというのが正直なところでしょうか。レベル6ジョディホッパー。自分ターン中自分の現場にいるこのキャラ以外のマジシャンのキャラを AP 足すセンする。1段から存在する指定した特徴や色を有するキャラの AP 足すセンするキャラカード。日本の環境ではあまり使われることはない類のカードですが、香港環境では AP 足す3000カットインを警戒してこの手の AP 足す1000キャラが採用される傾向がありました。レベル6セリザベス女王。ミスリード1。自分ターン終了時、パートナーエリアにビッグジュエルがある場合このキャラをアクティブにする。サンヘイローの事件カードのおかげでターン終了時にビッグジュエルを用意することは容易ですが、突撃と出した自分ターン中に行動させることができないため使い勝手は悪そうですね。レベル6ドロンケージ。突撃キャラ。
自分ターン中自分のパートナーエリアにあるビッグジュエル1枚につきこのキャラを AP 足す1000する。ビッグジュエルの枚数に応じて AP が上昇。しかしファイル6あるならばレベル7変装キットでよく、3枚までならばビッグジュエル変装キットの方が AP が上回ってしまいます。白は影トラや口述するロボット黒馬怪盗を踏まえると突撃できるキャラが多いため採用は厳しい印象があります。レベル6中森銀蔵事件赤魔術突撃。登場時自分のデッキのカードを上から1枚裏向きでこのキャラにセットする。ひらめきスリープ。赤魔術デッキでは重要なセット能力付きかつレベル6ですが突撃を行えるバランスの良いキャラカードです。レベル3白馬探る。登場時自分のデッキのカードを上から1枚裏向きでこのキャラにセットする。パートナー白宣言ターン1現場にいるキャラに裏向きでセットされているカードを合わせて2枚リムーブする。カードを1枚引き手札を1枚リムーブする。白の新しいレベル3キャラカードイラストは赤子に見とれている白馬探る。当然のことながらミステリーレア怪盗青子やレベル8小泉赤子とは抜群の相性を誇ります。赤魔術関連のカードはセットカードをコストに使用することが多いのでこのカードを登場させることでセットカードを途切れさせないことが可能ですね。レベル2フィリップ王子宣言デッキの下に移す。自分のリムーブエリアかパートナーエリアにあるビッグジュエルのカードを1枚まで選び手札に加える。作中怪盗キットに盗まれたクリスタルマザーを取り返すために幼いながら奮闘したフィリップ王子。原作での行動を能力に落とし込みビッグジュエルをプレイヤーの手札に取り返す能力となっていますね。レベル4藤江誰だよ。赤子に惚れてるクラスメイトの一人ですね。能力も赤子が登場した時に一度ローと赤子のコンタクトにカットインすると AP 足す3000というレベル8赤子が能力を使った後スリープ状態になるのでそこをケアできると考えると優秀。まさかの藤江がカード化赤子デッキの低レベルキャラは惚れた男たちが集結するのでしょうか。レベル4桃井恵子宣言スリープ。自分のデッキのカードを上から1枚公開する。公開したカードが怪盗キットか高校生のキャラの場合手札に加える。それ以外の場合デッキの下に移す。スリークさせる必要があるのが痛いですね。白はレベル4で手札の入れ替えを行えるキャラがかなり多くその中ではかなり使いにくい部類に入るため採用は厳しい印象です。レベル8ルシファー事件赤魔術突撃。登場時自分のデッキのカードを上から赤魔術イベントが出るまで1枚ずつめくりそれを手札に加える。邪神がレベル 8AP8000LP1 というほどほどのステータスで登場。赤魔術イベントサーチが行えますが黄色の誘惑の巻の能力によりデッキへリムーブでイベントをリムーブに落として回収した方が楽だったりします。正直レベル8赤子レベル7赤子紅の名役を打ったりする都合上ルシファーを登場させるいとまがないのが現状ですね。レベル5ロボット黒馬怪盗現場にいるこのキャラは怪盗キットとしても扱う。登場時手札から黒馬怪盗か怪盗キットを1枚公開してもよい。そうした場合このキャラは突撃を得る。かなり便利なレベル5の LP1 突撃キャラが白に登場。条件もかなり緩いため黒馬怪盗や怪盗キット名称を要求するカードを採用するデッキでは影虎や中森銀蔵よりも優先したいカードですね。アイスクリームは甘いんだぜ。黒馬怪盗に対して青子はアイスクリームみたいに冷たいと言ったのに返した言葉ですね。マジかこいつはずすぎ。パートナー白以下から1つ選んで行う。自分の現場に黒馬怪盗と中森青子がいる場合代わりに3つとも上から行う。白のキャラを1枚まで選びターン終了時まで AP2000 突撃を与える。レベル7以下のスリープ状態のキャラを1枚まで選びスタンさせる。白のキャラを1枚まで選びターン終了時までこのキャラは相手の現場にいるアクティブ状態のキャラを指定してアクションできるを与える。現在禁止カードのトップ調整したような能力ですね。現場に黒馬怪盗と中森青子がいる場合はかなり強力なイベントカードとなります。ミステリーレアカヤを1枚で条件を満たすことができレベル7以下をスタンさせつつ AP1 万のアクティブ指定アクションはミステリーレアカヤオの能力と組み合わせると実質的に3体キャラを処理できるのでかなり強力そうですね。強力そうとは思ったのですがこのカードを使う場合スリープ状態のキャラでないとスタンさせることができないため相手の現場にアクティブのキャラがいるとせっかくアクティブ指定アクションしてもガードされてしまうのがネックですね。レベル6紅の名役事件赤魔術パートナー白 AP8000 以下のキャラを1枚までリムーブする。自分の現場にいるキャラに裏向きでセットされているカードを合わせて2枚リムーブしてもよい。そうした場合 AP6000 以下のキャラを1枚まで選びリムーブする。
セットカードを2枚要求しますが、 AP8000 以下のキャラと AP6000 以下のキャラをリムーブできる強力なイベントカード。赤魔術デッキの後ろの女的な切り札になるカードですね。後ろの女ではリムーブできない AP6000 のキャラに対応しており、また AP8000 以下のキャラをリムーブした後に AP6000 以下のキャラをリムーブするため、絆江戸川コナンによって守られているワイバラーイを江戸川コナンをリムーブした後に除去できる強みがあります。赤魔術デッキでは除去イベントだけでなく手札コスとしても使える超重要なカードですね。レベル6怪盗キットと中森王女。自分の現場にいるレベル8以下のカード名黒羽海とか中森青子を1枚まで選びアクティブにする。このイベントは自分の現場にスリープ状態の小泉赤子がいる場合に使用できる。コナン TCG においてかなり強力な部類に入るキャラをアクティブにするイベントカード。特にレベル8黒羽海とはアクション時の能力はターン制限がないため、このカードを使いつつ2回アクションできれば手札を強化した後に怪盗キットに入れ替わるなんてこともできそうです。しかし発動条件が厳しくスリープ状態の小泉赤子を要求します。小泉赤子はいずれも自身の能力のコストによってスリープ状態になりますが、赤魔術デッキではレベル8黒羽海とを採用するスペースがないのが実情。ここはプロモレベル7工藤由紀子を小泉赤子に名称変更して条件を満たすという手もありますね。レベル4時価4億円。なぜかスルーしていたカード。自分の現場にいる黒羽海とか怪盗キットを1枚手札に戻してもよい。そうした場合、キャラを1枚まで選びターン終了時まで突撃を与えカードを1枚引く。強制版ととも言うべきカード。しかしながら白はレベル5の突撃がロボット怪盗を含めると3種類存在しており、単純に言えばこのカードよりも5凸を採用した方が良い気がしますが、レベル8黒羽海との指導用に使ってみたり、ビッグジュエルデッキにおける重要な除去能力の白馬サグルを手札に戻すなど、現場のキャラを手札に戻せることに注目すれば5凸以上の採用理由が見つかるかもしれませんね。レベル6私があなたの心を盗んであげる。事件赤魔術自分のリムーブエリアにあるレベル3以下の白キャラを1枚まで選び登場させる。ターン終了時までそのキャラを AP+3000 し、突撃キャラを与え、自分のデッキのカードを上から1枚裏向きでそのキャラにセットする。レベル3以下のキャラを大幅にパワーアップさせつつセットカード付きで登場させるイベントカード。レベル3怪盗キットは自身の能力と合わせると AP8000 まで上昇します。怪盗キットでなくとも AP3000 のキャラは AP6000 まで上昇するのですが、 AP6000 の突撃キャラならば素直に迅速を投入した方が良いかもしれませんね。赤魔術デッキは基本的にレベル7赤子とセットカードを剥がすレベル8赤子隠れないの名役を打ちたいのですが、レベル7赤子、このイベント紅の名役を打った際に2体目のレベル8以上キャラが取りきれない展開が起きうるので、私の赤魔術デッキに入れてなかったですね。白事件三平郎の巻。解決編手札1枚リムーブ。解決編宣言ターン1裏向きの証拠を1つ表向きにする。自分のリムーブエリアにあるビッグジュエルカードを1枚までパートナーエリアに移す。ビッグジュエル関連事件カードとして三平郎の巻が登場。能力は証拠1枚表と非常に軽く使いやすいものになっています。特徴マジック回とも有しているためビッグジュエルデッキでは必須の事件カードになりそうです。三平郎の巻は怪盗キットと青子が協力する回であり、人気の高いエピソードなのでマジックカイトファンには嬉しいチョイスだと思います。ちなみに特徴としてマジックカイトがありますが、なんと今回のパックではそれを参照とするカードはありません。事件カードヒーローの誘惑の巻。特徴マジックカイト、赤魔術を持つ白の能力付き事件カード。能力付き事件カード特有の解決編手札1捨ててと解決編宣言ターン1裏向きの証拠を2つ表向きにする。自分のリムーブエリアにある赤魔術イベントを1枚まで選び手札に加える。この能力は自分の現場に小泉赤子がいる場合に宣言できる。リムーブエリアにある赤魔術イベントを回収できる事件カード。赤魔術デッキにおいてリムーブから赤魔術を回収する超重要な能力を持っています。三平郎にしろヒーローの誘惑にしろ、リムーブから回収という安定感のある強力な能力を有しているのですが、ヒーローの誘惑はミステリーレア怪盗キット黒羽カイトが採用しやすいのに対して、三平郎はミステリーレア黒羽カイト中森青子を採用せざるを得ず、このミステリーレアの差が魅惑のマジックにおける2つの新たなデッキタイプの明暗を分けた部分かと思います。赤のミステリーレアセラマスミ&メアリー。パートナー赤宣言ターン1手札を1枚リムーブする。キャラを1枚まで選びリムーブする。はあ、スタートデッキに収録されているレベル8キャラとあまり性能が変わりませんね。下の能力は宣言ターン1カードを1枚引く。
この能力は自分の手札が2枚以下の場合に宣言できる。パートナーエリア宣言か。下の能力は工作する刃から増え出した手札増強能力。とはいえ発動のための条件が手札2枚以下はかなり厳しいですね。今後赤に手札何枚以下の場合発動できる系の能力が増えれば良いのですが、現在の赤のデッキではおそらく他のミステリーレアの方がマシですね。本パックで手札2枚以下で強力な能力を発動するセルフハンデス能力が多数登場。さすがにこうでなければだいぶしんどいですからね。紹介し忘れ、レベル8夜会週1。自分ターン中ターン1自分の現場にレベル7以下の赤池キャラが登場した時、 AP8000 以下のキャラを1枚まで選びリムーブする。宣言ターン1このキャラか赤池のキャラを1枚スリークさせる。自分のデッキのカードを上から3枚にて赤池のキャラを1枚まで公開して手札に加える。残りを好きな順番でデッキ下に移す。加えた場合手札を1枚リムーブする。まずはレベル7以下の赤池が登場した際に除去を行える能力。レベル7以下の赤池を登場させられるミステリーレア置きやセラと相性が良いかと思いきや、能力の発動タイミングが噛み合ってないですね。しかしながら赤池デッキではレベル7以下の赤池を登場させることはたやすいことなので問題になることはないでしょう。そして赤池をスリークさせつつ後続の赤池をサーチできる能力は、スリークさせないと能力が使えないレベル7セラをスリークさせつつ後続が取れるので、結構使いやすいカードではないんでしょうか。レベル7君は思ったより手強いってことがね。パートナー赤以下から1つ選んで行う。自分の手札が2枚になるまで手札をリムーブする。リムーブしたカードのレベルの合計以下になるようにキャラを2枚まで選びリムーブする。手札を全てリムーブしカードを4枚引く。このターン中相手はカットインと変装を使用できない。注目すべきは1つ目の手札が2枚になるまで手札を捨てる効果。今回の段で赤には手札2枚以下で強力な能力を発動するカードが多く収録されます。通称セルフハンデス赤タンと呼ばれていますが、そもそもどうやって手札2枚にするか問題がありましたが、この1枚で解決できそうですね。2つ目の効果はワンショット系のデッキで盤面に一切干渉しないことを決めた際に打つべき効果。とはいえワンショット系のデッキでこの能力を発動するいとまがあるかは疑問ですが、レベル8置きやすばる。パートナー赤登場時、相手の手札が自分の手札の枚数以上ある場合、レベル8以下のキャラを1枚まで選びリムーブする。宣言ターン1レベル6以上の赤のキャラを1枚スリークさせる。レベル7以下のキャラを1枚まで選びリムーブする。この能力は自分の手札が2枚以下でこのキャラがスリーク、スタン状態の場合に宣言できる。条件はいくつかありますが、単体で2枚キャラを除去できるのは素直に高スペック。しかしレベル8の赤池ではない置きやすばるをスリークさせるのはちょっと難しそうですが、レベル7羽田周吉、パートナー赤登場時、このキャラをスリークさせて札を1枚リムーブしてもよい。そうした場合、自分のリムーブエリアにあるレベル5以下の赤キャラを1枚まで選び、スリーク状態で登場させる。自分の手札が2枚以下の場合登場させたキャラとこのキャラをアクティブにする。レベル5洗いでとも秋、登場時自分の手札が2枚以下の場合、レベル7以上の赤のキャラを1枚まで選びターン終了時まで AP 足す戦士、突撃を与える。レベル8置きやすばるをどうやってスリープにするか問題を解決する新出先生と、そんな新出先生をリムーブエリアから呼び出せる羽田周吉が登場。荒井出先生とは羽田周吉や赤井秀一が置きやすばるとしては面識がないはずなので、これらをサポートするのはかなり異色の組み合わせですね。レベル8本能秀美、パートナー赤宣言ターン1レベル8以下のキャラを1枚まで選びリムーブする。この能力は自分の手札が2枚以下の場合に宣言できる。ファイル8以上宣言ターン1スリーク、手札を1枚リムーブし、ファイルエリアにあるカードを上から1枚リムーブする。自分のリムーブエリアにあるレベル7以下の赤キャラを1枚まで選び登場させる。セルフハンデス状態なら相手キャラをリムーブできるシンプルな宣言能力と、ネクストヒント風にリムーブのレベル7以下のキャラを登場させられる能力を持っています。戦術したレベル7羽田周吉をリムーブから呼び出せるのは強力そうです。ちなみにカードイラストにでっかく描かれている本堂英介は登場させられません。レベル7アンドレキャメル、突撃、自分ターン中自分の手札が2枚以下の場合、このキャラを AP 足す2戦する。戦術のレベル7羽田周吉はレベル5にで先生と組み合わせなければいけないのに対して、こちらのアンドレは単体かつ手札が何枚でもとりあえず突撃はできる性能となっています。レベル2渋谷夏子、自分のターン終了時、このキャラを現場からリムーブしてもよい。そうした場合、赤柿のキャラを1枚までアクティブにする。
ターン終了時に自身と引き換えにキャラをアクティブにする夏子先生。黄色までサポート対象なのは渋谷夏子が被害者となった事件が警察とひょんなことからジョディとキャメルが合同で捜査したからですね。レベル3ジェームズ・ブラック。ミスリード1。登場時手札を1枚リムーブしてもよい。そうした場合デッキ上4枚にて赤のカードを1枚まで公開して手札に加える。残りを好きな順番でデッキの下に移して手札に加えた場合手札を1枚リムーブする。レベル4の定番4枚サーチキャラをレベル3に調整したようなカード。結果的に手札の総数が1枚減ってしまいますが、先行2ターン目でパートナーが起きたまま登場させることができるため、赤単ワンショットでは採用が検討されるカードですね。普通にレベル3ミスリードとしても AP3000 もある高めの AP。アグロ対策に良いかもしれませんね。レベル4ジョディ・スターリング。登場時カードを1枚引き、手札を1枚リムーブする。宣言手札を1枚リムーブする。キャラを1枚まで選びターン終了時まで AP 達成する。赤のレベル4を務めすぎているジョディ・スターリング。控えめな手札交換能力とキャラをパワーアップさせる能力を持っています。手札を捨てる能力はターン制限がないためいくらでも発動可能。戦術の君は思ったより手強いってことがね。押しをせずに手札を2枚にすることも可能ですね。レベル6ミヤのエレーナ。相手ターン中現場リムーブ時手札からレベル5以下のシェリーかミヤのシホかミヤのアケミカフルやレイを1枚までスリーク登場させる。夫であるプロモレベル5ミヤの淳を彷彿とさせるミヤのエレーナのカード。関係性のあるフルやレイも対象になっていますが、レベル5以下のフルやレイは現在あまり強力なカードがいないですね。やはり登場先の第1候補はシェリーでしょうか。事件カード揺れる心。解決編宣言ターン1。裏向きの証拠を1つ表向きにする。相手の現場にいるキャラを1枚まで選びターン終了時までレベルマイナス1する。この能力は自分の現場に FBI キャラがいる場合に宣言できる。レベル8以下除去が多い赤にとっては非常に心強い事件カード。ただしセルフハンデス赤単デッキにおいてレベル8本堂秀美、レベル8沖安原、レベル7羽田修吉からレベル5洗いで先生を登場させると現場に FBI がおらず能力が使えないためちょっと注意が必要ですね。黄色のミステリーレア佐藤美和子&宮本由美。このカードはすでにパラレルイラストが公開されていますね。カードの能力は宣言ターン1スリープ現場にいる LV7 以下の警視庁のキャラを1枚デッキの下に移す。 AP8000 以下のキャラを1枚まで選びリムーブする。手札から LV4 以下の警視庁キャラを1枚まで登場させるかカードを1枚引く。続いて下の能力もいきましょう。宣言ターン1手札を1枚リムーブする。自分の現場にいる警視庁キャラを1枚まで選びターン終了時 AP+3000 しターン終了時このキャラを現場からデッキの下に移すを与える。パートナーエリア宣言か。工作する刃にて登場したレベル4宮本由美による警視庁サポートが本格的になってきました。まずレベル4宮本由美では既存の古谷安室や安室あずさのミステリーレアは手札に加えられなかったので警視庁持ちのミステリーレア登場は素直に嬉しいところ。能力を全体的に見ると現場のキャラが減ったり手札が減るためややコストが荒い面もありますがギミックとしてはかなりユニークなカードだと思っています。レベル8黒田兵衛とは相性が良くレベル8黒田兵衛によって登場させたキャラを上の能力のコストにすればデメリットの踏み倒しが可能ですね。上の能力で登場させるキャラはレベル4宮本由美やレベル4佐藤美和子。変わったところではレベル4中森銀蔵が無難なところでしょうか。レベル2白鳥も面白いかもしれませんね。レベル7香木とも相性が良いようにデザインされておりまず下の能力で高木くんの AP を9000まで高めてキャラへアクションさせ上の能力のコストとして高木くんをデッキ下に戻せばアクティブキャラもリムーブできます。このミステリーレアに関して賛否が分かれていますが個人的には賛成派ですね。レベル8風見優也。ついに風見もレベル8かお疲れのようですね。登場時レベル7以下のキャラを1枚まで選びリムーブする。パートナーキファイルボイ上宣言スリープ現場にいるレベル7以下の警視庁キャラを1枚デッキの下に移す。キャラを1枚まで選びリムーブする。まずは登場時にレベル7以下キャラを除去する能力とスリープしつつレベル7以下の警視庁キャラをデッキ下に移すことで制限なくキャラを1枚リムーブできます。警視庁キャラはターン終了時にデッキ下に戻るデメリットを与えつつ展開するコンセプトなのでこの風見と組み合わせるとデメリットを踏み倒しつつ除去が行えるので非常に強力。警視庁デッキのエースキャラとなりそうですね。レベル8安室徹。登場時自分のリムーブエリアにあるレベル1以下の木のイベントを1枚まで選び手札に加える。カードを手札に加え
自分の手札が6枚以上ある場合、手札を1枚リムーブする。パートナー期宣言ターン1スリーク。レベル8以下のキャラを1枚まで選びリムーブする。この能力は自分の現場にこのキャラ以外の喫茶コアロのキャラがいる場合に宣言できる。登場時にレベル1イベントを回収できる安室さん。毛利小五郎の弟子を手札に加え、発動した後に宣言能力を使うとミステリーレアまでリムーブできますね。2種類目のレベル8まで対応できるレベル8の喫茶コアロキャラであり、割と喫茶コアロもガチデッキにできそうな気がしてきました。レベル7高木渡る。登場時自分の現場にいるこのキャラ以外のレベル7以上の警視庁キャラがいる場合、自分のリムーブエリアにあるレベル5以下の佐藤美和子を1枚までスリープ状態で登場させる。レベル5以下の佐藤美和子をリムーブから釣り上げられるレベル7高木渡る。現環境では展開しつつ除去を行うカードが多いため、単純に展開だけするカードは採用が厳しいところ、新しいレベル5以下の佐藤美和子に除去能力があることが期待されますね。佐藤美和子の新録はありませんでした。プロモパックに期待ですね。レベル6三池苗子。事件編登場時カードを1枚引く。宣言デッキの下に移す特徴警視庁のキャラを1枚まで選びキャラ突撃を与える。レベル6は茨愛と比較して使いづらさが指摘されるカードですね。使いづらさとしてはレベル6というレベルと現場から離れてしまう部分。レベル5ならばレベル8黒田兵衛と抜群のシナジーを埋めたのですが、一応レベル5だて渡るを経由するという手もあるのですが、ただしこのカードかわいい。それだけで良いんじゃないでしょうか。レベル5千葉和信。このキャラが相手のキャラをコンタクトでリムーブした時、カードを1枚引く。先ほどのみつこと組み合わせて使えと言わんばかりの能力ですね。長野県警ですがキャラをリムーブできなくてもカードを引ける上原優也。キャラがリムーブされるとカードを引ける佐藤美和子。そしてドローしつつ入れ替わる形でレベル6以下キャラを登場させられるだて渡るなど、レベル5警察はドロー能力が多いため結構カード単体では M 締めの性能。ちなみにひらめきでほぼ全てのカードに記載されていた。証拠からリムーブされた時の発動するカッコ書きがレイアウトの都合もなく消えたことが話題になりました。警視庁デッキ研究されている方のデッキでは採用されていることが多い本カード。ミステリーレアミは小弓が手札消費が激しいので純粋に手札が増やすのは重要そうですね。レベル2榎本あずさ。自分ターン中喫茶コアロのキャラ1枚につき AP 達成。2種類目となるレベル2のあずささん。榎本あずさ誘拐事件の能力やそもそも喫茶コアロデッキが展開を得意とするデッキのため AP 足す5000を狙うのは結構たやすそうですね。レベル5榎本杉人。ミスリード1。相手ターン中現場リムーブ時自分のデッキのカードを上から榎本あずさが出るまで公開し、それを手札に加える。手札に加えた場合、手札を1枚リムーブする。あずささんのお兄ちゃん。どっかに行くとあずささんが探しに行くのは原作再現でしょうか。レベル5白鳥人三郎。宣言ターン1警視庁のキャラを1枚まで選びターン終了時まで AP 達成する。レベル5警察キャラということでレベル8黒田兵衛で登場させ、自身の能力で AP を上げると AP8000 にはなりますが、同じ特徴ほぼ同様の能力を持つレベル5弓長警部が存在しており、チャレンジ戦環境でこの弓長警部を AP8000 にするコンボ、当時であっても使われるということは見られませんでしたね。白鳥人三郎は小林先生と地味にシナジーのあるカードが登場し続けているので、白鳥人三郎を超強化する小林先生が登場したら活躍する日もあるかもしれません。レベル6山村美沙夫。自分のターン終了時、自分の現場に諸伏博光がいる場合、このキャラをアクティブにする。宣言スリープ手札を1枚リムーブする。自分のリムーブエリアにある警察のキャラを1枚まで選び手札に加える。ファンなら嬉しいヒロに思いを馳せるミサオのカード。現在値段高騰中のレベル5プロモ傾向とは相性が良く、ヒロの登場時能力でリムーブされた警察を回収できますね。またレベル7系光とも相性は良いです。レベル3米原桜子。宣言ターン1スリーク。自分のデッキのカードを上から1枚公開する。公開したカードが警察か探偵のキャラの場合、手札に加える。公開したカードがそれ以外の場合、デッキの下に移す。警察か探偵というやや広めの範囲ですが、スリークさせる必要があるのはやや厳しいですね。レベル7へ自分のリムーブエリアにあるレベル5以下の警視庁キャラを1枚まで登場させる。特徴警視庁のキャラを1枚まで選び、ターン終了時まで AP 達成し、アクティブ指定アクションを与える。イベントカード化したレベル5松田陣平のような印象を受けるカード。レベル5以下の佐藤美和子を登場させつつ、現場にいるレベル7高木渡を対象にすれば、
お手軽に AP7000 のアクティブ指定アクションを2回行えるキャラになるため、高さデッキでは採用の価値ありですね。事件カード閉ざされた秘密。警視庁を対象にした青の古城探索事件といった事件カード。警視庁デッキはリムーブエリアを活用するので、解決返事に能動的に手札を捨てられるこの事件カードは優秀そうですね。受けカットインができないレベル2黒田兵衛を不採用にすることもできるため、個人的には警視庁デッキなら試してみる価値はあると思います。黒のミステリーレアはバーボン&ライ。女子2人のミステリーレアが続いたため、黒も女子2人のミステリーレアかと思っていました。パートナープロファイル7以上宣言ターン1。手札かリムーブエリアからレベル4以下の黒ずくめの組織キャラを1枚まで登場させる。ターン終了時までそのキャラを AP+4 戦士、突撃とターン終了時、このキャラをデッキ下に移す。を与える。レベル8黒田兵衛のような能力。AP の上昇値は4000とかなり高く、レベル4シェリーですら AP8000 に到達しますね。レベル3弁崎東 A は登場先としては優秀でアクション後に自身の能力を使えばデッキからバーボンを手札に加えられますね。さて、下の能力は宣言ターン1相手の現場にいるキャラを1枚まで選び、ターン終了時までレベル-1する。パートナーエリア宣言か。ミステリーレア赤い置屋と同一の相手のキャラをレベル-1する能力。レベル8ラムの登場時能力と組み合わせるとミステリーレアまで除去できますね。また、黒パートナー黒赤デッキでも採用が十分検討できますね。赤の除去能力持ちキャラはパートナー赤指定が多いため、構築難易度は高めですが、工作する刃にて登場したレベル7宮の明美と組み合わせるとレベル8キャラまで除去できるため、原作再現にもなるので構築しても面白いかもしれませんね。レベル4キール、ブレッド。相手の現場にいるキャラがこのキャラとのコンタクトによってリムーブされた時、カードを1枚引く。久々の登場となる純粋なブレッド持ちのレベル4キャラ。現在猛威を振るっている一段レベル6は茨合には有効な返し札になりそうですね。また、黒の新しいミステリーレアバーボン&ライトは抜群の相性を持ち、AP8000 ブレッド持ちの突撃キャラとして登場します。ターン終了時にデッキ下に戻ってしまうのですが、レベル8陣、突撃事件。パートナー黒自分のターン終了時に手札を1枚リムーブし、自分の現場にいるレベル7以下のキャラを1枚リムーブしてもよい。そうした場合、キャラを1枚まで選びリムーブする。先ほどのミステリーレアバーボン&ライトレベル4キールのコンボをさらに強化するレベル8陣。ターン終了時にレベル4キールとレベル4キールによって増えた手札をリムーブすることで除去が可能。LV4 キールでなくともリムーブエリアから復活するウォッカとも相性が良いため、意外と使い勝手は良さそうなカードですね。レベル7ベルモット。登場時キャラを1枚まで選び、スリークさせる。パートナー黒宣言スリーク。レベル6以下のスリーク状態のキャラを1枚まで選びリムーブする。相手キャラをスリークさせる能力とレベル6以下のスリーク状態のキャラをリムーブできるベルモット。単体でレベル6以下リムーブできますし、黒にしては珍しい能動的に相手キャラをスリークさせるカードですので、レベル8来がだいぶ使いやすくなりますね。デッキや考え方によりますがだいぶ強力なので黒握る人ならに3枚は集めたいところ。イラスト的にレベル8陣とのシナジーを期待されていましたが、全く相性はよくありません。黒と黒が混ざっても黒にしかならないってことでしょうか。レベル5ウォッカ。パートナー黒突撃。レベル4以下のキャラ。なんだそれ。自分ターン中ターン1相手の現場にいるレベル4以下のキャラがリムーブされた時、カードを1枚引く。ミステリーコースターに割り込む名シーンのウォッカ。突撃レベル4以下のキャラという初のアクション先のキャラに制約がかかっていますね。なお、ターン1の能力はリムーブ方法は問わないためこのキャラのコンタクトじゃなくてもドローできます。とはいえ、このカードの採用は結構厳しい。レベル3キャンティ。事件編登場時自分のデッキのカードを上から2枚リムーブする。自分のリムーブエリアにカットインを持つカードがある場合、カードを1枚引く。解決編宣言ターン1手札からカットインを持つ黒のカードを1枚リムーブする。自分のリムーブエリアにあるカットインを持つ黒のカード1枚につきターン終了時までこのキャラを AP+1000 する。まずは事件編の能力から。登場タイミング的にはリムーブが0枚のタイミングで出すことになると思うので、ドローできるかの確率はデッキ構築次第ですね。解決編の能力としてはリムーブのカットインの枚数に応じてパワーアップする能力。4枚ほどリムーブに落ちていれば AP6000 とそれなりの水準となります。レベル3にしては全色のカードと比較しても割と高スペックなキャラカードですね。レベル5板倉卓。パートナー黒自分ターン中。
自分の現場にいるこのキャラが自分の能力や効果によってリムーブされた時、表向きの証拠を一つまで選び裏向きにする。原作の板クラスグルのような扱いをすると証拠を隠せる能力、ブラックインパクトによってハンデスを連発して行い場合は採用の価値あり。レベル6コルン。パートナー黒登場時相手は手札を公開する。その中からカットインを持つレベル8以下のカードを1枚まで選び相手はそれをリムーブする。カードをリムーブし、相手の手札が4枚以下の場合、相手はカードを1枚引く。相手の手札を確認しつつ、カットインを捨てさせることができる能力。カットインを捨てられるかどうかは運次第かつ、ドローによって再度、カットインを引かれる可能性もあるため、メインの運用としては手札の確認になりそうですね。レベル2テキーラ。宣言スリップリムーブエリアに移す。レベル5以上のキャラを1枚まで選び、スリークさせる。瀬戸水木溶かしたテキーラ。レベル8雷とは相性が良く自身の能力でスリークさせた後に、レベル8雷のカットイン時の能力で復活させることができますね。またレベル6ベルモットを使ったワンショット寄りのデッキでも立っている高レベルキャラを寝かせられるので、十分強力なカードですね。レベル5犯人。登場時手札からカットインを持つ黒のカードを好きな枚数リムーブしリムーブした枚数と同じ枚数のカードを引く。レベル5羽田修吉やレベル8諸伏博光のようなダイナミックな手札入れ替え能力を持つ犯人。リムーブにある犯人の枚数分パワーアップするプロモ犯人とは好相性ですね。カードイラストはコナンあまり知らなくてもシュールさで有名なシャベルを持つ犯人。この犯人が登場する灰原の秘密に迫る影のエピソードは、作中大きなターニングポイントとなるミステリートレインにつながる重要なエピソードですので、気になる方はチェックしてみてください。レベル4バーモン。登場時カードを1枚引き、手札を1枚リムーブする。解決編宣言ターン1相手の現場にいるキャラを1枚まで選び、レベルマイナス1する。レベル4ジョディスターリングのような控えめな手札交換能力と、解決編ではレベルマイナス1ができるバーボン。レベル8までしか除去できないラムの除去範囲を広げることはもちろん、赤黒デッキではジェームス・ブラックやジョディスターリングの除去範囲を広げるのに活躍しそうですね。このイラストのエピソードは FBI に対して、とっとと出て行ってくれませんかね、僕の日本から、と言い放つエピソードからなのですが、FBI と相性抜群というのは五越同州といったところなのでしょうか。レベル7ミステリーコースター。今なお人気の高い屈指の名シーンがカード化。パートナー黒キャラを1枚まで選びリムーブするキャラを1枚まで選び突撃を与える。自分と相手の現場にいるキャラ1枚につき自分のデッキのカードを上から2枚リムーブする。キャラを除去しつつキャラに突撃を与えられるイベントカード。もう少し引きつけろとの際は突撃先の指定がなくなった代わりに、デッキを削る能力が加わったことですね。突撃を与える先に指定はないため黒白で黒バカイトに突撃を与えてみたりするのもいいかもしれません。以上、魅惑のマジック収録カードの紹介でした。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。